どうも、海外テックのこれまじミントです。一時ソースを実機で確かめる番組ミナです。今日は実際に手を動かした回です。まず聴いてほしい曲があるの。今流れているこの曲、私たちの PC の中だけで無料で作りました。歌詞は私たちが書いたけど、曲もボーカルも正確には DGX スパーク実機で初回のモデル読み込みを除く生成時間が4曲平均で1曲あたり11秒でした。 API 利用料もかかっていません。これマジ全部見せて。そもそも S ステップって何なの？作曲 AI です。オープンソースで MIT ライセンスで公開されています。開発しているのは ACE スタジオとステップファンという2つのところです。オープンソースってことは誰でもダウンロードして動かせるの？そうです。 GitHub で公開されていて1万1000個以上の星がついています。今日動かしたのはその中でも一番大きい XL というモデルです。 XL ってどれくらい大きいの？パラメータ数でいうと 4B つまり40億です。今日使ったのはその中でもターボという高速版で生成のステップ数を8回まで減らしてあります。さっきの曲あのターボ版で作ったんだ。そうです。エースステップ公式はこのターボ版についてほとんどの商用音楽モデルを超える品質、角のバージョンでいうと V4.5 と V5 の間くらいと公表しています。それって私たちも実感できた？私たちが判定できるのは実際に作った曲がどう聞こえるかだけです。この公表値自体はあくまでエースステップ自身の主張として聞いてください。どうやって曲を作ったの？難しい設定とか必要？今日はシンプルにジャンルの説明文と日本語の歌詞をテキストで渡しただけです。明るいアップテンポの日本語ポップスという指定と朝の始まりを歌う歌詞を用意しました。これだけでちゃんと曲になるの？なりました。実際に流してみます。聞いてください。ちゃんとギターのシーンが鳴ってる。ボーカルも日本語で歌ってる。 DGX スパーク実機で実測したところ、この曲の生成にかかった時間は約15秒でした。モデルを読み込む準備が最初だと必要で、そこは合計で約48秒かかっています。1曲目からはもっと速くなるってこと？そうです。読み込み済みのモデルを使い回せば2曲目以降は平均で9秒台まで縮みました。4曲通した平均だと1曲あたり約11秒です。エースステップ公式は A100 という GPU で2秒未満、 RTX3090 で10秒未満と公表してるんだよね。公表しています。ただ GPU の世代も測っている内容も私たちの実測とは条件が違うので、そのまま並べて速い遅いを比べられる数字ではありません。 DGX スパーク実機で実際にこの手順で動かしたら約11秒だったという事実として受け取ってください。さっきの11秒内訳はどうなってるの？エースステップは2段構えになっています。まず言語モデルが作曲プランナーとして入力した歌詞を取り込みながらテンポやキー、構成、雰囲気といった設計情報を先に整えます。設計図を作ってからその後で音にするってこと？そうです。例えると作詞作曲ディレクターが先に譜面と歌詞カードを整理してそれを演奏体が音にするという役割分担です。さっきの曲だと内訳はどうだった？実測ではその設計を整える言語モデル部分に約12秒、音に変換する拡散モデル部分とデコードに約3秒でした。時間の大半は実は設計を整える方にかかっています。音にする方の拡散モデルがターボ版だと8ステップって言ってたよね。8ステップって8人がかりで演奏するってこと？人数の話ではありません。少しずつ音を作り込む工程の回数のことです。通常の非ターボ版だと32から64ステップかけますが、ターボ版はその工程を8回にギュッと圧縮するように訓練されています。そっちの8だったか。でも設計図作りと演奏の実行を分けてるからそれぞれ得意なことに集中できるんだね。さっきはポップスだったけど他のジャンルもいける？いけます。同じ手順でテキストの指定を変えるだけです。次はしっとりしたピアノバラードを頼んでみました。聞いてください。一気に雰囲気変わった。ピアノと鶴の音ちゃんと静かに始まってる。この曲も生成にかかった時間は10秒程度でした。もう1曲、今度はアップテンポのエレクトロニックです。この曲も約9秒でした。ジャンルを変えても生成にかかる時間はほとんど変わりません。4曲ともちゃんとファイルとして無事だったの？音声ファイルが壊れていないこと、無音になっていないことは波形とデータで確認しました。ただ歌詞とどこまで一字一句一致しているかまでは細かく照合していません。聞き取りやすさにも曲によって差がありました。判定はこれを聞いてる人たち自身に委ねる感じだね。
そうです。無料のツールでこれだけ短い時間で日本語の歌が手元にできること自体は事実なので、ぜひ自分の耳で確かめてほしいです。自分の PC でも本当にできるのか気になったって人はチャンネル登録しておいてほしいのだ。一次ソースを実機で確かめる番組です。次に DGX スパーク実機で試してほしいものがあればコメントで教えてください。私も自分の PC で試してみたくなったんだけど、難しい？手順はシンプルです。 GitHub からコードを取ってきて UV というツールで環境を揃えるコマンドを1回打つだけです。 Python 3.11 か 3.12 が必要です。モデルのダウンロードとかは自分でやらないといけないの？初回の実行時に自動でダウンロードされます。今日使った XL モデルについてベースステップ公式はオフロードを使えば 12GB 以上、使わない場合は 20GB 以上の VRAM を目安として挙げています。 DGX スパークがなくても動きます。今日は DGX スパーク実機で試しましたが、目安の VRAM を満たす GPU があれば普通のパソコンでも同じ手順で試せます。作曲 AI といえば角が学習データをめぐって裁判になってる話があったよね。あります。クラウドの作曲 AI をめぐって学習データが係争の対象になっています。オープンソースのエースステップならそこは解決してるの？そこが今日一番伝えたいところです。エースステップも何のデータで学習したかは公開していません。オープンソースなのに学習データは非公開なんだ。モデルの重みとコードはオープンですが、学習データの中身は別です。エースステップ自身のライセンス文書も作風が似ることで意図しない著作権の問題が起きるリスクを認めていて、利用者に生成物の独自証を確認するよう求めています。つまりオープンソースだから安心とは言えないってこと？公開情報だけでは学習データの中身を確認できないという点は共通しています。ただし法的な状況は同じではありません。角が学習データをめぐる訴訟が続いていますが、エースステップは非開示というだけで何を学習したかを示す確定的な情報自体がありません。それでもローカルならではの良さはあるの？あります。生成した曲が丸ごと手元に残ること、 API 利用料なしで何度でも試せること、自分が権利を持つ曲でローラという追加学習をして作風を寄せられることです。選択肢が増えたというだけの話なんだね。そうです。学習データの透明性はどちらの作曲 AI にとっても今後の課題として残っています。そういえば同じ DGX スパーク実機で公表された数字を実際に測り直した回、前にもあったよね。あの回もリンク出しておくので気になる人は見てみてください。結局今日分かったことをまとめると3つあります。1つ目、無料でオープンソースの作曲 AI が DGX スパーク実機で実際に動いて日本語の歌を1曲平均11秒で作れました。2つ目はその速さの理由です。言語モデルが設計図を作り、拡散モデルがそれを音にするという2段構えで、しかもターボ版は8ステップまで工程を圧縮しています。3つ目はさっきの学習データの話？そうです。オープンソースであることと学習データが透明であることは別の話です。ここはどちらの作曲 AI にとってもまだ残っている課題です。便利になった部分とまだ課題として残っている部分、両方あるってことだね。そうです。自分の PC で試せる選択肢が増えたのは事実なので、興味がある人はぜひ自分の耳で確かめてみてください。今日流した3曲気に入ったのがあったらコメントで教えて、次の実測見逃さないでね。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。みなとイントでした。バイバイ。